2025年さそり座さんの運勢をタロットカードとオラクルカードを使って深掘りリーディングしていきます。テーマ、現状、課題を見ていきます。逆位置のワンドのクイーン、逆位置のカップのページ、オラクルカードも見ていきます。種をまく、自分を分け与える、しっかりと立つ、とても面倒見がよく意欲はあるけれども、なんとなく空回りしている感じがしたり、弱気になったり、悲観的な考えが出てきたり、将来への不安を感じる時がある。目指したいもの、夢や目標があるのではないかなと思います。思うようにいっていないと感じる時があったとしても、諦めないでください。必ずたどり着けると信じることがとても大切になります。心の底から本当に望んでいることは何でしょうか。本当に望んでいるものをはっきりとさせること、そして望んでいることが明らかになったら準備をして備えていきましょう。種をまくにはそのまくタイミング、時期がとても重要になると思います。種まきの準備ができているようですので、願いや夢の種をまいてしっかり根付いて成長していけるように取り組み続けることが課題となります。深いレベルでの分かち合い、魂レベルでの分かち合いですね。それが必要のようです。自己犠牲になることのないように与えていくということがとても重要になります。見返りを求めることなく分け与えることができる、そのような寛大の心をお持ちの方が多くご覧になっていらっしゃるのではないでしょうか。与えたものは回り回っていつかどこからか帰ってくると思いますので、喜びあふれる人生を受け取ることができるように心を開いておいてください。こちらのイラストの赤い旗は慈愛と真実の旗。さそり座さんの思い、熱い思い、信念を貫いていきましょう。勇気と強さをお持ちの方が多くご覧になっていらっしゃるのではないかなと思います。何か守りたいものがあるのではないでしょうか。自分自身を信じて力強く立ち上がって生きていきましょう。では次にこれからどうなるのか、方向性、行った方が良いことを見ていきます。
カップの2、逆位置のペンタクルの9、遠雷、空気を入れ替えなさい。呼びかけに応える時は今です。勝利の門、成功のエネルギーが広がります。共感を覚える方との精神的なつながりや、共に一緒に何かを計画して進めていく、気持ちが通じ合うという方もいらっしゃるかもしれないです。あるいはお仕事で事業を拡大していく、発展していくという方もいらっしゃるようです。その過程で犠牲を払わなければならないですとか、思うようにいかずに不安を感じたり、ちょっと打算的な考えなどが湧いてきたりというような時がありましたら、そういう時はちょっと注意が必要のようです。欲が強く出てきたり、無理やりに進めようとしてしまいますと、あまりうまくいかなくなる可能性があるようです。こちらのイラストは遠くで嵐が起きていて、稲妻が天から落ちてきています。何か混乱するようなことがあるのかもしれません。これは変化と再生、解放、浄化、停滞していたことが動き出すことを示唆していると思います。生活の中でもう使わなくなったものなどがありましたら、そういうものをきれいにしたり、再生と復活ですので、何かね、新しいチャンスの時が近づいてきているようですので、しっかり時間をとって見直していくといいと思います。これから先どうなるのかよくわからないけれども、何か始めていきたいと考えている方いらっしゃいましたら、いくつものサインが示されるようです。サインを受け取ったら呼びかけに答えてください。不安や心配の気持ちが出てくる時もあるかもしれないんですけれども、自分自身を信じて前に進んでいくことがとても大切になると思います。何かの問題だったり困難なことを乗り越えて、素晴らしい成果や結果、成功、勝利、豊かさや愛、名声などを手にすることができるようです。勝利の門が開かれていくようです。望んでいること、望むことと信じ続けることがとても大切な鍵になると思います。ではさらに詳しく見ていきます。
アルカナカードの戦車。ソードのエース。スターマザー。崩壊。小さな違和感を大切にする。自分自身を突き動かす何かによって行動を起こしていく。それは自分の能力や才能にふさわしいお仕事や転職、使命や天命のようなものかもしれません。ご自分の大切な信念に基づいて正しいと思うことをしていく。自由とか平和に関することかもしれません。リーダーシップを発揮しながら慎重に進めていくといいようです。コミュニケーションが鍵になると思います。未来を切り開くためにスピーディーに力強く進めていくといいようです。進めていくにあたって何か重荷のように感じているものはありますでしょうか？後悔の念や罪の意識、恐れの感情が強くなってきているというふうに感じたときには、まず自分自身を愛することが大切になると思います。自分自身を我が子のように大切に扱ってあげること、体や心、魂を大切に優しく扱ってあげるといいと思います。それから愛されているということを思い出してください。そうすることで自然に癒されてくるのではないかなと思います。何かが変化していく、その中で基盤だったり土台などがしっかりしていないものですとか、本物でないものは崩壊していくようです。それは本来の自分自身を取り戻して調和した人生を送ることにつながっているようです。何かにしがみつきたい気持ちが出てくるかもしれないですけれども、握りしめているその手を緩めましょう。さそり座さんには再生する力、乗り切る強さがあると伝えています。それから何か違和感を感じた時には、それがとても小さいものであったとしても無視しないでください。違和感に向き合うことが大切になります。何かを伝えようとしていると思いますので、それを確認しましょう。何か対処しなければならないことがあることを示唆しているのだと思います。では最後にさらに掘り下げてアドバイスとなるようなメッセージを見ていきたいと思います。逆位置のカップのクイーン、
ソードの3、自然、願いが叶うカードが出ました。比較、とても愛情深くて献身的で慈悲深い方なのだと思うんですけれども、何か辛い状況や心の支えをなくしたように感じて、現実を直視するのが辛かったり、思い込みが強くなったり、妄想的な考えが出てきて情緒不安定になるような時があるかもしれないんですけれども、そのような時がありましたら、どうぞご自分を責めないでください。怒るべくして起こったことというふうに受け入れていくことが大切になると思います。できるだけ自分自身を癒して大切にしてあげてください。気持ちを切り替えるためのリセット旅行に行くのもいいと思います。旅行できない場合には、自然を感じられるような場所に出かけて、新鮮な空気を思いっきり吸って、周りをよく観察してみるといいと思います。自然の中でゆっくりとリラックスして過ごしているうちに、五感が刺激されて、それによってとらわれがちになっていた考えや感情から自然に解放されて、元気を取り戻すことができるのではないかなと思います。とても幸先の良いカード、願いが叶うカードが出ています。願いや望みは思った通りの形ではないかもしれないですけれども、最終的には心から望んでいるものを受け取ることができるようです。諦めないでください。心から願ってきたことがあるという方は、宇宙のタイミングがやってくるのを待っていてください。願いは叶うと信じて、願いが叶った時の状況やその時のどのような気持ちであったり感情になるのかを想像してみるといいと思います。人は皆それぞれの目標や課題を持って人生を歩んでいると思いますので、人と比較することはあんまり意味がないと思います。もしも人と比較して気持ちが落ち込みそうになった時がありましたら、できるだけご自分が持っているものに意識を向けていくようにするといいと思います。置かれている状況や人間関係、そして自分自身を愛の目で見て受け入れていくことで、今まで気がつかなかった美しさに気がつくことができるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。メッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら、参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。